皆さんこんにちは。さて今ですね、ヤリスクロスのハイブリッド車 FF のモデルですね、こちらの方をカレコのカーシェアの方でお借りして今乗っております。私ベゼルのハイブリッド、それからカローラクロスのハイブリッドのオーナーです。またトヨタ車でいうとシエンタのハイブリッドなども所有しておりました。そういうところで結構このヤリスクロスとベゼルとかカローラクロスっていうのはすごく比較されやすい車たちだと思うんですけれども、実際にこのヤリスクロス乗ってみて感じることをお話しできればなというふうに思います。前が青信号になりましたので加速の方をします。緩やかに加速をかけていったんですけれども、20キロぐらいまで EV 走行でスーッと走っていって20キロを超えたところでエンジンがかかって、今エンジンの音も鳴りながら加速をしているという感じです。アクセルを踏んでこの走り出しているこの加速ですね、これを感じた感覚ではカローラクロスまたはシエンタという新しい世代のハイブリッドシステムが乗っている車と比較すると、アクセル踏んだ時の出足の加速の発進の力というのは緩やかだなというふうに感じました。これ2023年に改良が施されているカローラクロスなんですけれども、このカローラクロスで最初に出た時っていうのは旧来のハイブリッドシステムが乗っていたんですよね。あの時の加速感に感触としては似ているなというのが今乗っていって感じるところです。これはアクセルを踏んでスーッと走り出していく感覚もそうなんですけれども、 EV 走行でどのぐらい粘るのかっていう感覚、アクセル踏んでいって今20キロぐらいでビューンとエンジンがかかり出したんですけれども、これが例えばシエンタであったりとかカローラクロスの今の新しいハイブリッドシステムが乗っているものに関して言うと3、40キロぐらいまでは粘っていくんですよね。なのでちょっとね、このエンジンの鳴るタイミングが早いなっていうのが乗っていっての印象になります。それと今ノーマルのモード、これはエコとかパワーでもなくてノーマルで通常の状態で乗ってるんですけれども、ただね、アクセル踏んだ時にピーキーな加速自体はしないので、扱いやすさは出足の加速のところではあるかなと思います。でよく比較されているベゼルという車ですね。こちらのハイブリッドモデル私所有しています。それもフルモデルチェンジ後のベゼル、それからマイナーチェンジ後のモデルも乗り継いでいる身であるんですけれども、その身としてどっちが出足の加速が滑らかに感じるかっていうと、これで多分ね、ベゼルのハイブリッドの方がアクセル踏んだ時の出足の加速は滑らかだなっていうふうに思います。これは出る時のこの均一なトルクの出方、それからスムーズな加速、多分ね、ベゼルの方が乗ってた時の気持ちよさっていうのはあるかな。で今ぐーっとアクセルを踏んでいきました。加速して、50キロ前後のところまで速度の方を上げております。上げてみました。しっかり加速はしていきますね。不足感は全然ないなというところが乗っていての感触です。ただベゼルとかだともっと伸びやかな加速をしますし、シエンタもね結構いい加速をするんです。あちらも1.5リッターなんですけどね。なのでこう考えるとアクセル踏んだ時のこの加速の仕方っていうのはちゃんと踏んでくるんですけど、もっと伸びる車もあるな。ただ十分な加速はするなという印象です。少しカーブのところあります。60キロの道路なんで、その60キロ前後の加速度で入っていきたいと思います。結構滑らかにね、ハンドル動きますね。この形、SUV なので、GR でもない車なので、そんなに敏感に反応しないかなと思いきや、結構ステアリング来た時に敏感に車はね、反応するノーズが多くんですよね。今も曲がっていきますけど、こんな感じですね。グッといった瞬間に思ったよりもキュッと曲がっていってくれるっていう、そういったね動き方をするので、すごく操舵しやすいですし運転しやすいなっていうところが感じられます。車によってはね、もうちょっと無反応区間があったりするような車もあったりすると思うんですけど、これはもう本当にね、思った通り車が動く、ちょっとね、敏感すぎるかなっていう感じをもしかしたら持たれる方はいるかもしれない。もう少し反応緩くてもいいかなって思われる方がいるかもしれないですけども、いやいや、すごく乗りやすいなと思います。今ちょっと速度を落として入ります。そうですね、緩みなくしっかりとさっと曲がっていくので、こういったカーブとかを通過するときは非常に扱いやすいなっていうふうに思います。でハンドルの重さもね、これカロクロの方が軽いんですよ。こちらの方がちょっと重みがあるんですよね、ステアリングの。なのでこちらの方がちょっと安心感はね正直あるかな、乗っててというところは感じたところであります。この車は3気筒のエンジン
が積まれている3気筒の 1.5 リッターということなんですけれども、私普段ですね、あんまり3気筒とか4気筒とかによっての、震えとか振動ってあまり気にしないというか気にならない方なんですが、実際にこのヤリスクロスという車に乗ってみてどうなのかというと、確かにエンジンがうーんってなった時のうなり方っていうか、この鳴ってる感覚っていうものにちょっと雑味を感じるなっていうのはあるところです。で、じゃあ走ってる最中にエンジンが鳴りましたっていう時には、下からのロードノイズとかいろんな下からの振動とかで紛れるので、ステアリングのところでそれを単体でこのエンジンの震えが来てステアリングが揺れてるっていうところまで今現状で感じることはないんですが、やっぱり音ですよね。音のところがちょっと雑味のある回り方するなと思います。ブレーキなんですけども、おそらくもう旧来からはそうなんですけれど、やっぱりそのブレーキ踏んでった時の抜け感っていうんですかね、最後踏み出さないと止まれないんじゃないかって思う瞬間っていうのが、今も実は止まる時あったんですよね。やっぱりこれはブレーキ、特にトヨタさんのハイブリッドシステムの癖だと思うんですけども、このエースクロスでも実際にブレーキを踏んでいった時には、こうグッと最後踏み出して止まるみたいな感じで、ちょっとカックンになりやすいような動きをしています。これはトヨタ車全体での話なので、この車特有というわけじゃなくて、この車にもこの癖があるんだなというところを感じたというところであります。この車にはブレーキホールドの機能がついています。で、このブレーキホールドの機能、非常に使える機能になっているんですけれども、カローラクロスであったり、ベゼルとか、ZRV もブレーキホールドの機能はついています。ブレーキを踏んで止めたところでブレーキホールドのここの、ランプがピッと光って止まるっていう感じになるんですけれど、この止まりますよっていう時に少しブレーキ踏んでないとこれ発動しないっていう感じなんですよね。カローラクロスであったり、それからベゼルはクッと止まったところでスーッと自然にブレーキホールドにこう移行するんですけど、ここに関してはちょっと待たなきゃいけないっていう動きになっているので、この点はね、車乗り換えたりすると最初はね、ブレーキホールドを自分で効かせたつもりが効かせなくって、ブレーキ離したら車がちょっと前に出ちゃった、おっとっとみたいな感じになりやすいかなというのはあります。ブレーキホールドから復帰の方を試してみたいと思います。いきます。こんな感じですね。若干何かが外れる感じのググっていう動きはあるんですけれども、あまりこうなんかピーキーな形での動きにはならないので、扱いやすいんじゃないかなというふうに思います。で、あと乗り心地なんですけれども、これはレンタカーとして出ているモデルですので、最重グレードとかと比較するとタイヤが小さいと、そういうところもあるんで、そこも加味してなんですけれども、乗っててのね、この乗り心地はいいなっていうふうに感じるものがあります。結構ゴツゴツコツコツしたところも今50キロ台で走ってるんですけど、この辺りですね、こういうところも、確かに下で揺れてたりとかガガガーって通過してるのは分かるんですけれども、入ってくるこの衝撃とか結構もう角が丸まっていて、内臓に響くようなインフォメーションっていうのは少ないのでいいんじゃないかっていうふうに思います。で、カローラクロスとかと比較すると、カローラクロスの方が乗り心地は3、4段階上っていう感じですかね。あちらはものすごく柔らかい乗り心地にしてもっとふわっとしているので、ちょっとその質がちょっと違うかなっていうのが乗っていて感じるところになります。で、あと今ガタガタってところをこう通過しています。ガタガタガタっていうところを今走っていったんですけれども、乗り心地よく作ってくれてはいるんですね。若干の路面の荒れてるところであれば柔らかくいなしてくれるんですけど、この入力が大きくなる、下の段差が大きくなった時の車の姿勢変化がちょっと大きいかなっていうのは乗っていて感じたところですね。左右不均一に慣れているところをこう今40キロぐらいの速度でスーッと通過していったんですけど、その時のうねり方っていうのがちょっと大きいなと、速度が速くなってきた時にそこは多分吸収しきれない部分が出てきているのかなというのは感じます。ただ許容できる全然範囲内なので、乗っていてこれでどうっていうわけではないんですけれども、ちょっとこう揺れがあるなっていうのは荒れたところでは感じたところであります。で、あとね、もう乗ってて思うのが、ロードノイズが大きいなっていうのが今乗ってて感じます。シエンタ、それからカローラクロスといった他のトヨタ車はもっとこのロードノイズ静かですし、ベゼルも改良された後にロードノイズもっと静かになっているので、今乗ってる感じ、ちょっとね、このザラザラ路面50キロ台で流してるんですけど、この状態での音の入り方っていうのはちょっと大きいなというふうに思います。
これ、グレードが変わってタイヤがもっと大きくなったりしていた時にこの感触変わると思うんですけど、トヨタ車って結構ロードノイズ小さいイメージがあったんですが、ちょっとね高鳴る感覚大きいかなというふうに思っております。右左折で待っているところなんですけれども、1点思うのは、左のピラーと右のピラーのところですね、ここの付け根のところが四角になってるんですよ。これがちょっと気になるところかなというふうには乗っていて思います。例えばベゼルとかだとこういうところがもうなくなっていて、ここしっかりと見える。なので、この付け根のところはなくて見やすいんですけど、結構このミラーの付け根から入るところが、ここ四角になりやすいなと、これは右もそうですし、左もそうなんですよね。なので、これは左折するときにちょっと邪魔になるかなというのが乗ってて感じるところです。で、あと、後ろなんですけれども、リアのガラスに関して言うと、カラークロスよりも大きいなというふうには思います。こうやって乗ってる限り、リアガラスのなんか大きさ、運転してる時の見やすさっていうのは、カラークロスよりもこちらの方が上ですが、左後ろ、右後ろのところ、結構大きくピラーが入っているので、そこの部分っていうのはちょっと四角になりやすいかなという感触はある。これはでも構造上しょうがない部分があるので、うまくちゃんとクリアリングしながら運転しましょうという、そういうことなのかと思うんですけれど、ちょっとその四角になる部分っていうのはいくつかあるかなというところですね。あとヘッドレストですね。後席側のところのヘッドレストなんですけれども、やっぱりこのライバルの車種とかと比較してもちょっと大きめなものが選択されているので、ここがもう四角になっているっていう感じにはなります。ですので、後席そもそもね、人が乗ったりするといない時と比べてクリアリングがしづらくなるっていう傾向はちょっとあるかなと思いますので、この点はね、しょうがないところなので、必要に応じて、例えばデジタルインナーミラーとかそういったものを社外品としてつけたりして、対策するということになるのかなと思います。カラークロスとかに関して言うと、横幅もあるんですけれど、サイドミラーも大きいので、その分でさらにね、車が大きく感じるなんてこともあるんですけど、大きすぎちゃうなとか、乗っていてちょっと幅がわからないとか、そういったことはなくって、もちろんこちらは3ナンバーサイズの車ではあって、決してね、5ナンバーの小さい車ではないんですけれども、その大きさを感じながら走るということはなくって、結構運転はね、すごくしやすいなと。横幅がない分なんですけれども、座った時のここですね、運転してて今思っているのが、やはりこの左足を置くここが、ちょっと膝とかすねのところが当たるなっていうのはある。広いなっていう感じはしないかなと。ここがドンとある分、ちょっとここが狭いかなっていうふうに感じるかなと思います。逆にね、こっちの方向、右方向は十分なる広さがあるので、こっちは全然大丈夫なんですけれども、ちょっと左側ですね、ここがちょっと狭いかなっていうふうに乗っていて感じるところかと思います。ということで今回はこのヤリスクロスのハイブリッド FF のモデルですね、こちらの方をカレコで借りて実際に試して乗ってみて感じていることをお伝えしました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただく人でございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チュンチュン TV では今後もトヨタ車に関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。